こんにちは、トバログです。3年間待ちました。3年間ね、待ってですね、ようやくこのゲームボーイ互換のアナロギーポケットっていうめちゃくちゃミニマルで相当クールなね、ガジェットを購入したので、今回はこれを紹介していきたいと思います。2019年に初めて Twitter かなんかで見た時に、うわ、これめっちゃ欲しいと思ったんですけど、そこからコロナ禍とかね、そういうのがいろいろあって、ついにね、やっと3年越しに手に入れたって感じですね。今回はこのカリフォルニアからね、フェデックスで届いたばかりのアナロギーポケットについて、開封して実際どんな感じなのかとか、そういうところをね、紹介していきたいと思います。僕を含めなんですけど、全国のゲームボーイファンにとってはね、もう欠かせないアイテムだと思うので、ぜひチェックしてみてください。それでは行ってみましょう。よし、開封です。バンとこんな感じで梱包材があって、こんな感じで届いてます。めっちゃ嬉しい。なんか思ったよりいろいろいっぱい入ってる。何買ったっけって感じなんですけど、はい、開封しました。今ね、ビニールに包まれてる状態なんですけど、めちゃくちゃかっこいいっすね、このパッケージ。これ後ろ見るとこの緑色のねステッカーがなんかもう2019年のものなのに今風な感じがします。すごく、今回ね荷物が4つ届いてるんですけど、何を買ったのかっていうと、まずはねアナロギーポケットの本体ですね。これ本当にね注文してから1年ぐらい経つんで、1個買って初期不良だった時の辛さったらないので、もう2台ね購入しています。1個壊れてもバックアップとしてもう1台使えるって感じですね。1台あたり約$220って感じで、購入した時はね多分23,000円とかそのぐらいだったと思うんですけど、今となっては4万円近いアイテムですね、1個あたりで。これが専用ケースですね。こういうのはもう日本で売ってないのでケースを購入してます。$30でした。一番大きいのがこれ$100ぐらいで購入したドックですね。これも後で使っていきたいと思います。もう一度言います。これはねテンションが上がりますね。早速なんで1台開封していきます。よいしょ。箱自体めちゃくちゃマットでかっこいい。よいしょ。はい。かっこいい。最高ですねこれ。物としてめちゃくちゃかっこいい。ちょっと写真撮っとこう。いろんなねガジェット今まで開封してきてますけど、これほどまでに洗練された筐体っていうのはなかなかないですね。これなんかアップル製品ともまた違うこの魅力ある感じ。はい。すごいなこれ。ちょっと言葉を失うレベルで最高にかっこいいですね。カメラが液晶に反射するんですけど、こんな感じの筐体ですね。めちゃくちゃかっこいい。これは買ってよかったです。ここまでねちょっと開封の儀にお付き合いいただいたんですけど、そもそもアナロギーポケットって何なのかっていうのを紹介しておくと、簡単に言うとね、ゲームボーイとかゲームボーイアドバンスのこういったソフトが遊べる互換機ですね。ゲームボーイアドバンス互換機として、2019年に初めて発表されたものです。 OS は独自のアナロギー OS っていうのを搭載していて、これ一つでね、そのゲームボーイはもちろん、最近だとねゲームギアとか、あとネオジオとかそういうのもね遊べるみたいです。で、僕はねやったことないんですけど、この中にナノループ2っていうシーケンサーも入っていて、それでねチップチューンっていうゲームボーイを用いて音楽を作るっていう楽器としてもね使えたりします。で、発表ね2019年ぐらいに行われて、その瞬間世界中でわってね盛り上がったんですけど、実際にね予約開始が始まったのが確か2020年とかだったと思います。で、僕もね本当はそのタイミングで予約しようと思ってたんですけど、なんか予約開始4分ぐらいでね完全に完売してしまったみたいで、それでやっちまったと思ってたんですけど、2021年のね12月ぐらいにまた予約が再開して、その時に予約してやっとね今手元に届いたっていう感じです。で、個人的にやっぱアナロギーポケット熱いなと思ったのがゲームボーイ互換機っていうところなんですよね。結構これまでポピュラーだったので言うと、例えばディンゴ A320 っていうのがあるんですけど、これとかは、こういうねソフトから吸い出した ROM を直接ねこの中に書き込んで、マイクロ SD なりで読み込んでゲームボーイをプレイするっていうのが主流だったんですよ。なんですけど、アナロギーポケットはもう直接ねこの中にこうやってゲームカセットを差し込んでプレイできるので、その点がこれね手元にあるゲームボーイカセットをこうやってねあの時のまんまカシカシと
交換しながら遊べるっていう点がやっぱりねこのアナロギーポケット最高なところですね。で質感からまずね紹介していきたいんですけど、質感はこれマットなプラスチック筐体ですね。なんかマットだけどラバー加工とかがされてるタイプではなくて、本当にプラスチックにサンドブラスト加工をしたかのようなサラサラとした感じで滑りにくい感じがあります。せっかくなのでもう少し近寄ってみたいと思います。この辺はどうなんだろう、指紋はあんまりつかない感じなんですけど、ちょっとね汚れた手で触ったりするとちょっとねもしかしたら汚れがつきそうですね。その場合はなんかこう拭き取れば落ちそうな気はします。こういう感じ。基本的にはねゲームボーイと同じように十字キーを搭載していて、ゲームボーイは AB ボタンしかないのに対してこっちはね X ボタン Y ボタンがあります。他のねコンソールにも対応した形になっているのかなと思います。でスタートボタン、セレクトボタンと、まだね使ってないんでわかんないんですけどホームボタンみたいなのがありますね。で画面の縁はホワイトはねちゃんとホワイトですね。このホワイト一体型の感じめちゃくちゃ嬉しい。他にねブラックのカラーもあるんですけど、ブラックは本当にオールブラックっていう感じですね。横を見るとここがねおそらく電源ボタンで、ここがボリュームボタンですね。でこっち側を見るとマイクロ SD を差し込んで、本体アップデートをしたり、セーブデータも保存できるのかわかんないんですけど、そういうものが使えるマイクロ SD スロットがあります。はい。で背面はこんな感じです。表面と同じような質感かと思いきや、ちょっとねなんか光沢感があるような感じもしますね、若干ですけど。でアナロギーのマークと、ここにねゲームボーイカセットを差し込むスロットが存在しています。ここはね L ボタンと R ボタンで、アドバンスソフトもこうやってね普通に遊べる感じですね。これは嬉しいです。 USB-C で充電できるポートと、あとイヤホンジャックがありますね。あとこれは充電とかの際の LED ライトだと思います。でそしてここにねアナロギーの通信ケーブルが挿せるようになってますね。ドックとかもおそらくここで挿すんじゃないかなと思います。ちょっとねサイズとか重さ比較をしてみたいので、手元にあるゲーム機を引っ張り出してきました。これがねアナロギーポケットですね。これがゲームボーイポケットで、最初ねゲームボーイポケットぐらいのサイズ感を予想していたんですけど、意外とねちょっと大きめな感じがわかると思います。ちょっと初代ゲームボーイよりも若干大きめですね。これは実際届いてちょっと驚きました。意外と大きめ。薄さに関してはさすがにね初代ゲームボーイよりも薄い感じですね。ゲームボーイポケットぐらいかなって感じですね。一番厚い部分で。ゲームボーイミクロと比べる人はいないと思うんですけど、サイズ感はねこんな感じです。この中だと一番持ってる人多いのかなと思うんですけど、任天堂スイッチライトと比較するとディスプレイのね大きさの違いとかちょっと分かりやすいかもですね。意外とねアナロギーポケットサイズもそうなんですけど、重さもねそれなりにある気がします。ちょっと重さも測ってみようかな。278g ですね。ゲームボーイポケットが150で、ゲームボーイが 310g、 ゲームボーイミクロが軽い78。スイッチライトこれ、スキンシール貼ってるんですけど、スキンシール貼ったスイッチと同じぐらいの重さですね。意外と、サイズ感的に結構コンパクトで軽く見えるんですけど、スイッチライトとかなり近いぐらいの重さがあるかなと思います。 iPhone 13 Pro Max が239、 iPhone の Pro Max シリーズよりもちょっと重いですね。一応中に何が入ってるのかをチェックするとめちゃくちゃシンプルですね。これなんだろう、アナロギーのステッカーと、あとは説明書、 USB データ転送なのか充電用なのか USB-C ケーブルが入っていました。長さはだいたい120センチぐらいのやつですね。はい。でこのタイミングなんですけど、周辺機器も開封していきます。まずはハードケース。ハードケースはねぶっちゃけいらないかなとも思ったんですけど、なんかゲームボーイ用のポーチとか使えばいいんで、だけどどうせ同時に購入するしそんなに高くなかったので購入した感じです。ハードケースもこのパッケージすごいな。よいしょ。本当に普通にただアクリルのケースだ。なんかTPU とかそういう系じゃなくて、なんかもう持ち歩くっていうよりかは保存用のケースっていう感じですね。ちょっとこれは日常的に使うか微妙な感じだけど、こんな感じです。実際ゲームボーイ時代にもこういうねケース売ってたりしたんで、本当になんか懐かしい感じがしますね、このケースは。これをバカッと開けて、これにカポッとはめて、
こんな感じです。緩衝材が入ってるわけでもない本当にシンプルなケースって感じです。緩衝用かな。続いてドックですね。ドックに関してはね本当に100ドルぐらいするんでちょっと購入するかも迷ったんですけど、一応ねこう立てかけて収納ができる、充電ができるっていう点と、あと一応これ HDMI でディスプレイとかにね出力して遊んだりもできるっぽいので、そういう意味でもちょっと購入してますね。意外といい質感。ここはプラスチックだけどここがね金属でできていて本当に重しっぽい感じで結構かっこいいですね。白があれば嬉しいなとか思ったんですけど黒でもかっこいい。どういうねコントローラーで遊べるかわかんないんですけど一応ね外部のコントローラーにも対応していてプロコンとかが使えるみたいです。そういう意味なのか USB-A ポート HDMI ポート USB-C ケーブルとあとここにもね USB ポートですね。ここはちょっとボタンみたいになってる。立てかけるとよいしょ、すごいぴったりと。ちょっと落としそうで怖いんですけどこんな感じでしっかりと立てることができます。斜めになるとかじゃなくて本当にまっすぐ立ちますね。遊ばない時はねこの辺とかに置いて鑑賞用としても使えそうです。で純正の USB-C の AC で 18W ぐらいですかね多分。HDMI で USB-C。主演機器はこんなところです。ちょっとさらっとお伝えしました。じゃあちょっとせっかくなんで電源を入れてみたいと思います。ここかな、おそらく。パピーンつきました。ティーンエイジエンジニアリングのプロダクトみたいな風合いも感じます。独自の UI で UI もねブランド統一感あるとめちゃくちゃいいですね。やばいですねこれ。やばくないですかこれ。めちゃくちゃ可愛い。こんなにもねテンションが上がる買い物久しぶりですね本当に。エンドユーザーアグリーメント。結構滑らかに動くな。やっぱゲームボーイの感覚で使ってるからこの滑らかに動く感じすげえビビりますね。ディスプレイに関しては 3.5 インチのスクエア型のもので 1600×1440 の LCD ディスプレイみたいですね。メニュー画面はこんな感じですね。もう少し使い込まないとどこに何があるのかわかんないんですけど、これがチップチューンするためのナノループ2ですね。めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。 YouTube 映えがすごい。使い方が全然わかんない。これで置いてくのかこことかに。ちょっとこの辺は全く分かんないんで出直してきます。ではディスプレイの明るさ、これも独自 UI で可愛い。本当にゲームボーイいじってる感覚でサクサクいろいろできますね。ディスプレイのね部分、これラウンド描いてないでそのままガラスなんですよねこれ。重心的にこっちから落ちるっていうことはもしかしたらそんなにないのかもしれないんですけど、かなりねこの角張ったガラス面が出ているので、もしかしたら何かをねこうガシッてやったり落としちゃったりしたらすぐにディスプレイが割れる感じがします。なので強化ガラスディスプレイ保護フィルムとかは必須ですね。でボタンの押し心地なんですけど、結構ねクリック感はあるタイプだけどゲームボーイアドバンス SP ほど硬さはなくて、かといってこのねゲームボーイポケットほど柔らかくないっていう絶妙な感じですね。普通にこのままアクションゲームとかも遊べるのかなと思います。じゃあちょっとね手元にゲームボーイとかゲームボーイアドバンスのカセットがいくつかあるので、実際にね試していきたいと思います。まずはやっぱりこれですかね。よいしょ。カチッとします。結構飛び出る。これ結構飛び出るけど触っちゃったりしたら危なそうだな。まずアナロギーが流れてドキドキですね。これはエラー。あんなにフーフーしたのに差し込んだら一瞬できました。そしてこの色、初代ゲームボーイを彷彿とさせるグリーンのディスプレイ。すごいわこれ。ちょっとやばいこれ。テンションめちゃくちゃ上がります。ステレオサウンドだ。普通のゲームボーイモノラルサウンドなんですけど、これはステレオでプレイができます。普通にこうサクサク遊べるし、ディスプレイはね本当に緑色してるんですけどバックライトがついていて、かつねこの残像みたいなのもほとんど気にならないですね。画面焼き付いてるんですけど初代ゲームボーイと比較するとこんな感じですね。この緑色の感じが結構再現されてる感があります。初代ゲームボーイだとこんな感じで結構ね残像が気になる感じですね。バックライトついてるとめちゃくちゃ見やすいですね。画面も結構大きいからすごいわこれは。
でこの初代ゲームボーイっぽいカラー以外にもいくつかねディスプレイの感じを選べます。ディスプレイモードでこの緑色のがオリジナル DMG ってやつなんですけど、これをアナログ GB にすると最も美しい画面でプレイができます。オリジナル GBP にすると従来のゲームボーイポケットで遊んでる感じのカラーになりますね。すごい芸が細かいゲームボーイポケットライトのカラーもできます。いや懐かしいな、これの銀色持ってたな。ヤフオクで1円ぐらいで買ったけど今はもう1万円ぐらいしてしまうのか。このゲームボーイポケットライトのカラーも選べますと。これは何のカラーなんだろう。ネオンって書いてありますけど、こういうカラーでも遊ぶことができます。なんか可愛い。この白とオレンジの組み合わせめっちゃいいですよね。ちなみにアナログポケットすごいね高精細ディスプレイ搭載してるんですけど、その意味としてはよいしょ、これね今ゲームボーイモードにしてるんですが、このゲームボーイのドット感を出すためにあえてねこんなに高精細にしているらしいです。これがアナログオリジナルなんですけど、これがねゲームボーイオリジナルっていう感じでこのドットの粗さを再現しているらしいです。これは芸が細かい。こんな感じで好みの画面で選ぶことができます。ちなみにゲームボーイカラーだと起動画面でねこう押したりすると白黒反転とかができたんですけど、アナログポケットはねそれができない感じですね。はい、ポケットモンスター GB、 みんな誰もがね楽しんだ GB なんですけど、それもこの発色でこのサイズで遊べます。いやーめちゃくちゃいいな。最初からになってる最初からになりがち。ゲームボーイカラーに関してもこの美しいのじゃなくて、このねゲームボーイカラーに関しても設定によってはこのねドットが粗いリアルな感じのディスプレイでも遊べますね。これはねレビューが終わってからじっくり遊ぼうと思います。個人的にねちょっと試してみたいのがこれですね。よいしょ。意外とサイズぴったりだわ。でポケットカメラもね一応遊べます。よいしょ。デジタルだけどアナログ、こんな感じで写真を撮る。いやこれ発売からもう30年近く前だと思うんですけど、ゲームボーイのカメラで写真が撮れるんですね。いやなんかこれ今使うとめちゃくちゃ面白い写真いっぱい撮れそうな気がする。でこれ余談なんですけど、なんかね他の人が書いてたレビュー記事とかによると、ここにアナログの通信ケーブルを挿せばポケットプリンターでこの写真とかをプリントできるらしくて、そこまで、ちゃんとね使えるんだっていうの結構驚きですね。この辺はエミュレーターじゃなくてちゃんとねプログラムされたものだからなのかなっていう気がします。ゲームボーイとかだとここがね半透明のプラスチックで覆われてるんでカートリッジがガサガサ動くってことはないんですけど、これちょっとね間違って触ったりしたら結構ねソフトが揺れてこういう風にバグっちゃったりもするので、そこだけなんか注意が必要みたいですね。これは実際に遊んでどのぐらい弊害が起きるのかわかんないんですけど、こんな感じでもう動かなくなってしまうことがありそうです。ゲームボーイもねいろいろ試してみたいんですけど、とりあえずゲームボーイアドバンスも試します。誰もが一度が試したことある、もしかしてゲームボーイアドバンスも遊べるんじゃないかっていうのを夢のねこれができそうです。起動しますね。しかもディスプレイ LCD だからめちゃくちゃ綺麗ですよ。これめちゃくちゃ綺麗。この画面で遊べるのすごいな。僕の中でゲームボーイアドバンス遊ぶ最適解はゲームボーイミクロだったんですけど、圧倒的にこのディスプレイの美しさが違いますね。こっちはもう20年ぐらい前のゲームなんで結構当たり前なんですけど、かなり快適に遊べそうです。これはこれで好きだけどな。懐かしい。大人になるとすごいちょうどいいメイドインワリオ。ゲームボーイアドバンスももちろんいろいろ設定が選べて、オリジナルのアドバンスで遊んでるようなカラーになったり、すげえめちゃくちゃ芸が細かいんですけど SP パカパカするゲームボーイアドバンス SP で遊んでるような画面で遊べたりと、マニア心をくすぐってきますね。これはこんな感じで世代的にファンも多いマザーシリーズも普通に遊べちゃったりします。これは嬉しいでしょう。誰もがアナログポケットとこのねマザー1、2を持って、これで電車移動しながらいつでもねマザーの世界が楽しめる感じです。いやー買ってよかった。早くねこんなレビュー動画なんか撮ってないでこれで遊びたいです。ちょっとね余談なんですけど、ゲームボーイカセットで面白そうなもの探すときはこういう感じで最近ねいろいろゲームボーイのパーフェクトガイドみたいなのでこうね面白いソフトランキングとか出てたりで、僕は馴染みがないので通ってないんですけど、ゲームギアとかネオジオポケットとかもこれでね遊べるので、こういうやつですね、ネオジオポケットとか、PC
PC エンジン GT とかも遊べたのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、君のカラーじゃないのかわいそうだねみたいな CM が話題になったゲームギアが遊べたりとか、このねアナロギーポケット別売りのカートリッジ的なのを買えばね、いろいろゲームが遊べるので、そういうのも楽しんでみても良さそうです。はい、というわけで今回はね、この3年越しに注文してやっと届いたアナロギーポケットについてちょっとね動画を撮ってみました。本当にねまだ実際触ってそんなにね経ってないんで、簡単なレビューっていう感じなんですけど、これでね実際に電車の中でマザーをやったりとか、メイドインワリをやったり、パワーモデラーをやったりしたいと思います。本当にねめちゃくちゃ楽しみだし、このね本当にこの筐体のデザインもいいし、中の体験から何からねすごい今のところめちゃくちゃ気に入っています。アナロギーポケットに関してはまだねすぐ手に入る感じじゃなくて、受注生産というか、実際ね予約注文的な感じで、多分半年とか1年とか待って購入する感じになると思うんですけど、もしね気になった人はぜひチェックしてみてください。一応概要欄にリンク貼っておきます。というわけでそろそろちゃんと遊びたいので、この動画終わりにしたいと思います。このチャンネル気に入っていただけた方、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ともろぐでした。